おはようございます。時刻はなんと12時です。めちゃめちゃ寝た。酒飲みすぎてこの旅で一番酔っ払いましたね。でも、いい酒は残らないということで、もう完全に抜けて、まあ、出発が遅いんでね、今日はゆっくりめな感じの一日になると思いますが、行けるとこまで歩いていこうと思います。やっぱ昨日酔っ払って店の人に絡みまくったから今日行く時もみんなすごいフレンドリーな感じでアディオースって言って送り出してくれて気持ちよかったです。じゃあ行ってきます。今日も絶景です。なんかとっても可愛い街に来ました。なんか花崗岩っぽい道が続きますね。ずーっと昨日から下りを下ってってるので、いつまで続くんだろう。まあ上りが長かった分下りもその分長いと思うんだけど、ただ足がねめちゃめちゃ乗ってる。軽い。どこまでも行けそうな気がします。ずーっとこういう花崗岩のような岩場の道が続いてます。まだ中腹ぐらいかな。結構まだ降りなきゃいけない気がする。無事に下山が終わって次の町に着きました。橋の下の川で外人が遊んでたり日焼けしてたりしてます。なんかお通しでサラミみたいなのが来たので食べてみたいと思います。メニューめっちゃあってよくわかんないんですけど、この一番上に書いてある肉っぽいのにしようと思います。なんかうまそうな肉、ちゃんと分厚いステーキみたいなの来ました。いただきます。すげえとこに洗濯物干してるな。キュビズム的なウォールアートがありました。なんかめっちゃでかい城に着きました。この町のシンボルらしいんでちょっと入ってみたいと思います。お城のてっぺんからの眺めです。俺が今まで登ってきた山の方が高いですね。すごい。お城の中にコンサートホールがありました。私のお墓の前で泣かないでください。歌ってたらなんかスペイン人カップルにめっちゃ後ろから見られてて何も言われずに立ち去られるっていうめちゃめちゃ恥ずかしい起きました。目の前の教会で
お祈りしてきます。昨日朝まで一緒に飲んだヨロンっていう同じ巡礼者の外人が今日また今同じ町にいるからバーガーキング食ってるんだけど一緒に飲まないみたいに言われて嬉しいなと思ってホイホイついていこうと思います。で俺は今日この町に、泊まるんだけどユルンは、なんか夜の10時までまだこれからも歩くって言ってるんでマジクレイジーだなと思いました。いや嬉しいね、海外でこうやって同じ巡礼者で同じ境遇を共にしてる旅の仲間ができるのは、今日も一日、いっぱい歩いた自分にお疲れ様ということでおビールちゃん行かせていただきたいと思います。Did you eat at the albergue where we stay? No. I eat something because my hand was shaking. I was. See translation? I'm so drunk on this trip, I cannot move. バーキン2個目いきます。どうせカロリー消費するんでオニオンリングとノンアルビールも飲みました。いただきます。今日のホテル着いたんですけど、建物がめちゃめちゃジェンガみたいです。ほら。I booked booking. Oh, okay. From here, please. Okay. 料金ブッキングで支払われてないって言われて若干焦りましたが、無事今日のホテルに、チェックインできました。なんかめちゃめちゃね、広い。天井が高いですね。そんな印象です。すごい綺麗な、ロビーからしてモダンな感じだったんですけど、ホテルです。すごいバスタブついてる。ここなんか一泊1万円くらいだったんだけど、高級宿みたいな、仕様になってます。バスタブにすごいでっかい、日本でいう外資のすごい高級ホテルとかにあるような洗面所。で、トイレですね。もちろんドライヤーも、あります。で、なんかトイレに、多分これ非常用の電話とかついてますね。で、これ恒例の、なんだろう、高い宿って、ここにトイレ2個あるんだよね。何用なんだろう。女性用わかんないけど、前も、バスタブのあるホテルのとこついたね。ほんとエアコンもついてるし、この綺麗さで、一泊1万円は安いのでは。やっぱ何より天井がね、
多分今までのホテルで一番高いかもしれない。動画であんま伝わんないかもしれないけど、天井が本当にめっちゃ高いんだよね。このカーテンとかも、いちいち高い、天井が。これはどうなってんだ、窓。おお、うん。普通。朝食はビュッフェだったんで、軽く取ってきました。これはね、オレンジジュースかと思ったら、なんか違うんだけど、味よくわかんないけど、美味しいっていう謎のジュース。2巡目来ました。ベーコン、ソーセージ、スクランブルに、多分これトマトソースみたいなのかけて、パン焼いて、あとデザートにチーズケーキっぽいのも持ってきました。いただきます。最後またさっきのジュースと、キウイとヨーグルト持ってきました。これ食べて、準備して出発したいと思います。エントランスめちゃめちゃでかいです。今日何もしてないけどビール飲みたいと思います。ナッツもなんかすごい見通しで盛りだくさん出てきました。今日もスパゲッティ食べたいと思います。トマトと、チーズとツナのスパゲッティらしいです。いただきます。パンからのなんかね、スペインのタパスバーとかでよく見かけるコロッケの盛り合わせ来ました。まだ食べたことなかったんで食べてみたいと思います。調子乗ってカルボナーラと白ワインも頼んでしまいました。いただきます。なんかめっちゃサイレン鳴ってる。無事にマイクロ SD カード256ギガ2枚買えたんで、多分これで旅の終わりまでは、容量は大丈夫だと思うんですけど、お店が開くの待ってたんで、この街に2泊してしまったんですが、またゆっくりできたけど、その分体力も回復してるんで、今日から歩き始めていきます。また日差しがきついんですけど、今なんか今日午後ぐらいから、雷雨の予報だったんで、どうなるか分かんないんですけど、天気は今のところめちゃめちゃ晴れてますね。日焼け対策バッチリして最後まで歩いていきたいと思います。面白いモニュメント、めちゃめちゃ高いところに鳥の巣があります。面白。またバカデカ鳥の巣だ。やっと人がいっぱいいるところから抜けて、いつものカミーノの道に入ってこれました。本当にしばらく
車通りとか人通りが多い、街だったりを歩いてたんで、やっと孤独になれました。嬉しいです。パスタ来たんですが、カトラリーがスプーンなんですけど、どういうこと？こっちにありました、フォーク。でもスプーンつけてくれるのアジア人だからかな。そんな配慮な気がします。ゲロじゃなくてリゾットが来ました。ちょっと照明が暗いからめちゃめちゃゲロっぽく見えるんですけど、一応キノコのリゾットです。いただきます。すごい、アルベルゲが教会だ。ここ教会のアルベルゲってこと？すごい場所見つけました。泊まってみたいけどちょっとまだ3時半なんで先に進みます。雷がね、さっきからすごい鳴ってるんだよね。今さっきすぐ向こうで雷が落ちててめちゃめちゃ怖い。なんかあっち側はまだ曇ってて、あっちの方で今雷が落ちてましたね。怖いですね。もう気をつけようがないんですけどしょうがないんで歩きます。絶妙に雨が降りそうで降らない天気が続いてます。ここのアルベルゲ、日本語でアベ・フェニックス・サンティアゴ巡礼の道って書いてある。アベ？どういうこと？変な人います。今こんな感じの天気でめちゃめちゃ雷になってて、予報的にもこれから、しばらく雨が降り始めて、続くっていう感じらしいんですけど、なんか今日気持ち的に今5時半なんだけどまだ全然歩けるなって感じなんで、ちょっとレインウェアとかちゃんと装備を整えてまだ歩きたいと思います。全部準備完了したんで行ってきたいと思います。多分びちょびちょになると思うけど。Buen camino, thank you。 じゃあ謎の挑戦始めます。これ無事に雨が上がったんで歩いていきたいと思います。もうこの街出ちゃうんだけど風景がとても綺麗な街でした。雨も止んだんで、ここから約2時間ぐらいかなかけて、8キロ先の今日の宿泊予定の、街か村か分かんないけどそこまで向かいたいと思います。ブエンカミーノ。この街なんかほんと巡礼者のいろんなモニュメントがいっぱいあるね。この街なんて名前か忘れたけどめちゃめちゃ大きかったです。185キロです。残り今日どこまで行けるかな。めちゃめちゃね雨上がりの気候なんでちょっと肌寒いぐらいなんで、朝の6時7時8時ぐらいの
ちょうどいい感じの気候で今歩けてるんで、あと今日は歩き始めも遅かったっていうこともあって足が軽いので、まだ行けるとこまで本当行きたいですね。こんにちは。鳥今9時前ぐらいなんですけど、スペインサマータイムなんでまだ暗くはなっていないんですけど、トルなんとかっていう村に着いて思ったのが全部閉まっててお店もなんか宿も何もかも。これ俺今日ホテルチェックインするときにちゃんとチェックインできるかなみたいな。ちっちゃい村だったらワンチャンもう受付がクローズしてる可能性もなきにしもあらずなんで、そこが心配ですね。足はねまだ全然平気で、気候も涼しい感じでちょうどいいんで全然進めるんです。ハムシューぜ全然進めるんですけどね。もうずーっと村を出てからこういう道です。道路脇を歩いてます。今日雨上がりで湿気が強いからか、もうあと俺の多分朝の匂いとかに引き寄せられてちっちゃい虫が永遠にまとわりついてくるんで、それも地味に嫌ですね。ただあと20分ちょいで、今日のクッキングで取った高速道路沿いの、宿なんだけど、38ユーロだったんで、ちょっと安めではあるんですけど、スコア 8.6 だったんで取ってみました。こういう高架線の下めっちゃ雨水が垂れてくるんで地味に危ないです。今日の宿が見えました。なんかね、日本のパーキングエリアっぽいところでトラックの運送業の方とかいっぱい止まってて、あそこにガソリンスタンドあるし、こっちにもずらーっと向こうにトラックが並んでて、ホステルもあるしレストランも併設してたり、なんか本当にパーキングエリアですね。はい、まあまあのでかさですね。ホステル付きパーキングエリアです。ちょっとチェックインしたいと思います。一応三つ星ホテルってマークあるけど本当か。高速道路パーキングホテル着いたんですが、なんかねやっぱね、高速道路の付近のホステル前も泊まったんだけど似た感じの作りですね。木の感じで怪しい、怖い。もうなんかトラウマになってるわ。お風呂場にこの間クソキモムシがいたからなんかすごい変な跡がある。なんかすごいね、抽象画っぽい。エアコンがあるんだよね、これ素晴らしい。この間の高速道路付近のホステルはエアコンなくてマジ窓開けないと夜寝れないぐらい寝苦しかったんで、とりあえず、今10時なんでさっさとご飯食べてきます。ここのシャワーの作りがなんだか知んないけど真ん中にシャワーのヘッドがついてるから、シャワーを浴びるときに必然的に構造的にこっち側にお湯が出るわけよ。そうするとめちゃめちゃこっちにかかるっていう。普通ここら辺とかさ、こっちはタオル置き場があるけど、どっちかに普通ついてるじゃん、シャワーの出る位置って。なんで真ん中につけたの？真ん中につけたらこっちにかかるやん。あとこういう形のドライヤー初めて見た。なんか電話機みたいになってるんだけど、取るとっていう感じでした。エアコンあったんですけど20度、絶対これ嘘でなんかずっと生ぬるい風が出てました。おはようございます。結局朝飯食べないで出ちゃいました。なんだかんだ時刻は8時半で、遅めの出発になっちゃったんですけど、もう本当に、最後ちょっと不満なところも行ったんですけど、寝るためだけのホテルって考えたら、最低限の
設備があって、まあまあ普通でしたね。今日は40キロぐらい目標にして、歩けたらなって思ってます。じゃあ行ってきます。めちゃめちゃ神秘的な空間で朝食いただいてます。いろいろ用意していただいて、おしゃれだし美味しいです。Where are you from? Japan. Japan. Okay. Ohayo is means good morning. Okay. こんにちは、こんにちは means hello. Okay. You good? Delicioso. ここのカンタドールわかんないけどで朝ごはん食べたんですけど、アルベルゲとレストランも、併設してあって、めっちゃくちゃ雰囲気良かったです。本当になんかね、食べるという行為を通じてメディテーションしてる感じでしたね。オーナーさんもなんかすごい謎の仙人感があって、とてもいい体験できました。いっぱい猫いる。1匹、2匹、3匹。お前は何に水をやってるん？さっきまで体感温度が高すぎて暑くて久しぶりに立ち止まっちゃったんですけど、やっとなんか林道みたいなところに入って涼しい場所に入れてまともに歩けてます。何なんだろう今日めっちゃ暑い。普通に確かこういう風に V の字になってる、側溝みたいなのって屋久島でも言ってたけど、動物のために動物がこう溝に落ちた時にまた起き上がって登っていけるようにこういうV 字の形になってるって言ってたような気がします。なんか久しぶりにこういう林道を歩いてる感じがする。ずっと小麦畑の道だったから。結構でも坂が急ですね。
死ぬほど暑いんで開けるやつ思います。今日もいつも通り山です。昼飯食います。ボロネーゼの、ペンネマカロニかと、いつも通りパンです。隣に車が止まってて排気ガスうざいです。チキンのビール煮みたいな感じのメニュー来ました。で、なんか初めてポテトかご飯選べてご飯にしました。ポテトじゃない。今回の旅で初めてですね。いただきます。飯を食うときにいつも思ってるのは、美味しい美味しくないはまあ置いといて、とりあえずなんか生きねばならないみたいなことをいつも食いながら考えてますね。食べるということが生きるということだみたいな。美味しいお店探して行ってるというよりかは、巡礼路の途中にやってるお店にもうその都度入って食える時に食うみたいな。なんかそんなにめっちゃうまいみたいな店まだないんだよな。スペインで、スペイン料理で一番うまかったのはやっぱラーメンとチャーハンでした。死ぬほど歩いて疲れてたら基本的に何でもうまく感じるっていう。美味しいものを食うことは自分を追い込むことですね。なんかデザート一生忘れられてたんですけど、すごい日本では絶対やってはいけないフォークの刺し方刺されてきましたこのおじさんがこのカミーノの巡礼の道にこういう黄色い矢印がたくさんね、道しるべとして書いてあるんだけど、それをまだこの巡礼の道が全然メジャーじゃなかった時に最初に道しるべを書き始めた。つまりこのカミーノ巡礼旅の道を世界に広めた立役者のおじさんらしいです。ありがとう、メガネのおっさん。おかげでここまで歩いてこれました。あと160キロ行ってきます。
この村至る所に昔の縄文時代だか弥生時代だかの家みたいなのがあります。サンティアゴ・デ・コンポステーラまで残り160キロ地点の、村に、着いたんですが、800キロ、歩かなくてもこの村から、サンティアゴ・デ・コンポステーラまで歩けば、一応歩いて、全部巡礼しましたよという証明書がもらえるらしいので、ここから始める人がめちゃめちゃ多いらしくて、で巡礼者が増えるということは、つまり巡礼者が泊まるための宿、アルベルゲだったり、なんか商業施設、お土産屋さんとかも、さっきの村確か多くて、でそれがどう感じるかと。今まで魅力的だった、道の魅力が、失われる部分もあれば、また別の部分で、魅力的になるものも出てくるのか、まだ今の時点ではわからないんですけど、このカミーノの道に限らず、自然もそうだけど、人間が増えれば増えるほど、やっぱり魅力は失われていくところも、そういう部分もあるんじゃないかなと思うので、この道に限らず、どんな道やどんな文化とかもそういうもんなんじゃないかなと思います。ただこれからね、サンティアゴに向けて歩くにつれて、自分の感じたことだったり、どういうふうに変化していくのか、この道とかが感覚に鋭敏になって感じ取っていきたいと思います。じゃあとりあえずまだあと今日5時間ぐらいは歩くんで、怪我しないように行ってきます。牛さん、ここどこ？キンキンに冷えてるビール飲みます。山登った後のビール最高すぎるな。何回やってもこれ最高だ。ちょっと凍ってるのもね、最高、グラスが。犬のいびきすごいんだけどめちゃめちゃ犬がいびきかいてる。山登った先にあったこの一軒のホステルで、サルベッサ飲んでました。今日宿泊する宿に着きました。カーサ・ガレゴっていうところかな。あそこに見えてる丘の上に立ってるところですね。なんとブッキングで 9.6 の評価だったんで、ちょっと期待してます。これからチェックインします。ここですね。なんか本当に新しいな、建物が。Hola. I booked booking. Sí. 今日の宿チェックインしました。めちゃめちゃ新しい設備が、なんか白を基調としてて、多分最近できたんだと思う。本当に一個一個まだ新しいですね。ここが窓で、なんだろう、全部新しい。こういう白い家具とかに傷が全然ついてないっていう、真っ白、すべてが真っ白いですね。シンプルな部屋ですけど、あとなんかこの新しい家に入った時の匂いがする。わかるかなそういうのがありますね。で、洗面所も全部白。すごいね、白でこんなに綺麗にしてるって、ちゃんと掃除してますね。当たり前なんだけど、日本だと。海外だと適当に掃除するところも多いんで。で、シャワールームはスケスケです。とりあえず、汗すぐ浴びて、ビール飲みに行きます。さっきぶりのビールちゃんです。何回飲んでも麻薬みたいなもんなんで、いただきます。すごい
テーブルクロスが紙の仕様だ。サンティアゴ目指していろんな道から行くっていうやつですね。タパスバーで食べたこのタコが美味しかったんで、ここでも頼んでみました。もちろん相棒にパンもつけてもらいました。いただきます。このタコ、まあ美味しいのももちろんなんだけど、じゃがいもがこのタコと旨味と下のオリーブオイルをめっちゃ吸ってて、とても美味しいのと、それにこの付け合わせのパンをひたひたにこの油をオリーブオイルをつけて食べるのがめっちゃ絶妙な味で美味しいです。こんな感じ。もうゴール近いんで白ワインボトルで頼みました。I mean, that is extreme, like what he did, because he put a lot of like his life into it. But if I Vino branco, muy bien. But also, 結構今まで飲んできた白ワインの中でト what is a hypothetical situation? ップ3ぐらいにうまいかも。いや1位かもしれない。本番にいるし超うまいこのぐらい。 Yes, absolutely. Okay. So, うまっ。この白ワインうますぎるんだけどラベルがなくて、ここになんか若干ビノブランコって書いてあるだけなんだけど、ビノブランコって普通に白ワインって意味だから白ワインって書いてるだけなんだよね。何なんだろうな。めちゃめちゃうまい。でもリアル今まで飲んできた白ワインの中で一番うまいかもしれない。オーナーのお母さんが辛いのもっといくみたいな感じで唐辛子とオリーブオイルをさらにぶっかけて足してパンにつけて食べてねって言ってくれました。優しい。ありがとうございます。 he receives is punishment he deserves. He tortured death. I think my question is like, so what does the can cost right? It's not very hypothetical. In Switzerland, we also have that. If someone